ミカエルでございます。今日は皆様方のお書きになるご本の中で、私とルシーとの過去の話、それをいよいよ今まで明かさなかったことを明かし、その上で我々が何故に地球に来たか、そして地球という星が究極の二元論とこの間聖アントニウス様がおっしゃられたように、その使命との関係上どういう意味があったかということ、そのことをお伝えしようと思います。その上で皆様方の視点に立っていろいろとお考えいただければよいかと思います。まず、かつてその昔地球に来る前、その時に我々の星の中でどういうことが起きたか、何があったかということを詳しく話すときりがないので、概要だけをお話ししようかと思います。その昔、我々のベエルダの星、そしてその星々の領域の中で忌まわしい戦いがありました。高度に進化した星の中で、それぞれが互いにスペースエンジェルのようになっている中で、何故にそのようなスター・ウォーズのような戦争があったかということが、今の我々の進化レベル、今地球がステップアップせんとする時においては混乱をきたすので、その話は伏せておかれました。その時、ルシフェルという男は、ルシという男は大変知性と力に満ちた男でありました。彼はあなた方がさっき質問で出ていたように、非常に知的な判断をし、そして何故にそれだけの力を持ってたかというと、今あなた方の世界において裏界ないしは裏界から少し判断を間違うと下に行ってしまうという、やはり力でもって思いを実現していくという神のごとくあるその想像力というもの、その具現力に彼は大変長けていた男でありました。そして非常に高度な知性を持ち、その知性を誇り、その想像力というもののパワーというもの、それに自らも酔いしれ、そして神のごとくなれると、そのように我々から見るとうぬぼれていってしまったのです。そして彼がその時したのは、高度に進化した惑星のさまざまな者たちの間に、その時は惑星連盟という宇宙連盟の原初的な段階の
ユニオンのようなものがございまして、その中において非常に無垢な神の手足となって働こうというさまざまなあなた方から見た異星人たちがみんなで力を合わせて連帯して連盟を作ってやっていたのです。そこに彼はそこを抑えることにより、その宇宙の中における多くの部分、非常に広域な部分でございましたが、そこの連盟に所属する星々の代表たちの心に、あなた方も自由意志があるのならば、私がやっているような神のごとき創造性を使ってもっともっと自己実現できるよということを、表面ではそういうのではなく、彼らの気づかない形で一種のそそのかしをしたのです。そして本当は愛と敬意と友情で結ばれていた宇宙連盟の惑星連盟の者たちの信頼の絆というものを不信感によりズタズタにして不信感の種をまき、そして惑星同士が戦いに至るという、そのようなことをやってしまった、そういう男が実はルシュという男でありました。彼はその彼の持つ魅力、非常に知的でかつ説得力を持ち、そして力が長けていた、その力により信奉者が非常に多かったのです。彼についてくる者たち、彼のファンの者たち、その一大勢力というのが彼を守っていたのです。あなた方が見ている「スター・ウォーズ」と呼ばれている映画の中にあるように、高度に科学文明を持った者たちがその不信の種の中において愚かにも宇宙空間で戦闘を繰り広げてしまったと、そういう歴史があったのです。ルシフェルという男は自分の力、自分の魅力、そしてオウム宇宙の持つ力と同じ、いやそれ以上のものが自らにもあると、神に挑戦し、神に自らの力を認めさせ、そして神のごとくなり、そしてオウムをしのぐような大きな存在になれると、そのはずであると、一時はそのような力の拡大というもの、信奉者というものを集めて、多くの者たちを惑わしたのです。その2つに大きく分かれて戦ったその闇のそそのかしの張本人がルシであったということです。
その時に多くの者たちがその2つのどちらかについて戦いました。非常に多くの犠牲が伴い、その戦いの中で惑星自体が破壊されてしまった者たちもあります。しかし最後は大いなる宇宙の神に帰依するということを信じる者たち、自らがたとえ神の素晴らしい表現体であったとしても、それでも自分たちは大いなる神の一部であって、宇宙の根源的な神に対する帰依の心、それが大切であると思う者たちが、その中に戦っている者たちの半数よりもわずかな比率であるけれども多く、そして力も伴ったので、ルシフたちが率いた勢力を封印し打ち負かすことができたのです。その後に惑星連盟はルシとその仲間として動いた者たちを裁判にかけました。その彼を何故にそのようなことをしたのかということ、そしてその思いの間違いというものを彼に反省をさせるように持っていきました。そして他の者たちもあまりに無垢で、あまりに善意に解釈し、あまりに人を疑うことがもうなくなっていた惑星の段階の者たちにとって、いくら進化していたとしても人の心の片隅の中にエゴの思い、究極的には自らを神のごとく成長させていき表現していく中において、最後の最後に神のごとくなりたい、いや神をもしのぐ存在であるというエゴが最後残っていて、我々もいつルシの二の舞になるかわからない。それゆえにお互いに宇宙連合というものを作って、宇宙の平和というものを乱さないように、そして進化発展していく星々のためにも、我々は一つの規律を作り、皆で共にこのような戦争を繰り返さないために、次なるシステムを作ろうではないかということで、宇宙連合というものが発足した経緯があります。あなた方の今地球の中で他の異星人からの中でオリオン大戦と呼ばれている、それがこの私が今言おうとしているものに相当すると思います。しかしそれは混乱をしてはいけないのは、このものが来たのがオリオンということになっておりますが、その時のオリオンの者たちがやった戦争というのとはまた違うということです。オリオンというのは一つのルシファーたちが所属していたその世界にあった
連合のようなものを言うのです。そのエリアにおいて大戦があったということを言っているのであって、この者の母性の者たちが引き起こしたということではありません。私のいた星にしても、この者がいた星においても、あなた方の感覚においてはとても遠いように思われるかもしれないけれども、私たちが動くスピード感におけば本当にご近所であると、仲間、同じ地区にいる仲間であると、そのような関係にございます。私あの時のことを話すのは大変気が重いのですが、もうそろそろそういうことを話さなくてはいけないと思います。だから今あなた方が先ほど質問でございましたが、魔王と呼ばれている者たちが、上位霊界の者たちが落ちているのが多いがどうしてだということがあるのは、その時のルシの部下たちが多いということです。信奉者たちが多いということです。そして彼らの惑星は大変高度な惑星でありまして、非常に高い境地とエネルギーと科学力というものを持ち合わせていたとこにいた者たちですので、地球に来た後も非常に大きな力を出す能力を兼ね備えていたということです。そして先ほどの話でありますが、その評議会の中でルシとその仲間たちが引き出され、そしてその彼自身に対するジャッジが評議会の方で下ったのです。それがどういうことかと申しますと、エルランティ預かりになり、エルランティがその時新たなベーダの方での挑戦というものがあって、その地球という惑星、この間聖アントニスがおっしゃったように究極の二元論と言われてあります。そこにルシは戦争犯罪人として罰を受けるために地球へ送られたのです。彼は生きたくて地球に来たわけではありません。逆に一つの惑星を動かしていたぐらいの男でありますから、そのような未開の土地に星に行って一からやるということは、とても彼にとっては刑罰に等しいことであったと思います。それをエルランティが預かることにより、彼の優秀な優れたところをもう一度その土地で貢献することによって神の子として出直すということ、その可能性にエルランティはかけておられ、そしてお引き受けになり、評議会もエルランティに彼を委託したというのが現状にあります。私はこの地球に来て彼が暴れ出した時に、聖書の中で私が最後地獄の中においてルシを封印せしめたというふうな記述があると思います。それはオリオン大戦の時もそうであったのです。彼の強いエネルギー派、それとの戦いになった時、私は私の星の中においても一つの将軍のような立場にございまして、サタンとなったルシとの一騎打ちをしたのです。その時に宇宙の
エネルギー、我々の所属する宇宙のその指導霊の高次元のところからルシーのエネルギーを封印するというエクスカリバーという剣を、エネルギーを封印する剣というのがございまして、それを私は授かったのです。それは宇宙の正義を守るために代々渡されてくるものであります。それは私の前に来る前にはさまざまな惑星の力ある方の元を回ってきました。オリオンのマイトレイヤ様に会ったこともあるのです。そして最後私のところに来て、私はその剣とそのエネルギーを使ってルシが放つ巨大なエネルギー波を封印し、彼を捕まえることが、抑えることができたという、その時もそのような戦い方をしていたのです。ですから地球に来る時、私は彼のエネルギーを、エランティは後見人のようなものですね。引き受けた責任がある方。私はルシのエネルギーを封印する力を持ったものとして地球に同行してきたというのが現状であります。そして彼の魂をもう一度地球に来る前になじますために、一度ベールダで我々は家族として一度生まれたことがあります。家族の絆という愛というものを通してルシを共生、神の子として立ち直らせようというエルランティの思いがありました。我々の世界では天使が必要な時に肉体を持ち天使をします。本来兄弟家族というものは魂においてはそれほど必要ではないけれども、でもやはり血の持つぬくもり、家族愛の温かさ、それにルシはとても飢えていた男であったから、そこで父エルランティのもとに私とルシは双子の兄弟として転生して、そこで家族としてやっていこうという絆を作って、その上で地球へとやってきたということがあります。だからそれを言われているのでありますけども、それほどルシという男は力と魅力を持ちつつ、我々のあの霊域において恐れられ、憧れられ、かつ忌み嫌われた男でもありました。その彼を引き受けて、そしてこの間聖アントニウスがおっしゃられたように、究極の二元論の中において修行するとはどういうことかということをテーマとして地球というのが引き受け、そこにルシを伴うということは、地球受け入れる地球側にとっても、そして我々を引き受けてくださるというアモール、モーリア、あの方々がすでに地球にはもう来ておられたわけですけど、
あえてその勇気ある決断の中で地球の使命と重なるということで引き受けてくださり、そのお礼というか、それで我々はベーダの肉体を持った者たちを大気を連れて新たな挑戦ということで移り住んできたという背景があるのです。そして我々はその恩を地球に返すために、ベーダの者たちは多大なる貢献を地球にしてきたと思います。そしてルシのその勢力下にあった、言ってみれば重大な戦争犯罪人のような者たちでありますが、その者たちも数名やはり連れてきておりました。その者たちも共に新天地で新たな神の子としての修行を始める中において、もう一度神の子として出直そうというエルランティの強い語りかけの中で、もう一度生まれ変わったつもりで頑張ると我々に涙を浮かべ約束してくれた、そのような過去があったのです。そして神というのはいつも常に無限に許し待ち、彼らがもう一度多くの人々に愛される、今でもそう思われておられますが、ルシとその仲間たちをもう一度素晴らしい多くの人々に愛される神の子の姿に立ち戻れるように、忍耐と無限の愛を持って待たれておられるのが神の姿でもあります。私たちもそれを信じてルシとその仲間たちを地球に伴い、ただ新たな新天地を彼らのもし目覚めた時の危険性からは何が何としても地球を守らなくてはいけないという思いを持ち、私は地球というところを戦闘系の代表として守るために今までの役割というものを精一杯果たしてきたつもりでございました。最初は良かったのです。彼は本来の優れた力で精一杯地球の環境のこと、そして人類を作っていく過程においても、その卓越したその知性とものを作り上げていくという力を発揮して多くの貢献をなし、そして本来優しいとこもあったので、大天使という役割の中で彼の良きところをエランティは一生懸命と引き出し励まし、いつも見守って他の誰よりも愛を注ぎ、ルシのことをいいところを成長させよう、素晴らしいところを伸ばしてもう一度あの素晴らしいルシの昔の状態に持っていこうと、なるべく凶暴なところを目覚めさせないようにエランティは精一杯愛しておそばに置いて頑張って育ててこられたのです。しかし時が流れ、定例会というのが地球の中に発生してきました。
先ほどのご質問ですが、地獄の者たちにそそのかされたからルシが落ちたわけではないということはもうお分かりでしょう。逆です。定例会の者たちが最後に移住してきた方々のもとに地球にもよどみのようにできた時、その悪の匂いとでも申しましょうか、その匂いにルシの中に眠っていたものがムラムラと目覚めてきてしまったのです。どうしても例えば麻薬をやってやめて更生していたものがその白い粉を見て昔のその思いがフラッシュバックしてきて、その誘惑に負けそうになる、そのようなことはで言うならお分かりになるのではないかと思うんですが、やはり一度そのような味を占めたものにはその時はまだ少しのよどみのようなエネルギーでしたが、究極の自己本位ですね。自分さえ良ければいいという定例会の者たちが層を作り出した時に、彼自身の目つきが急に獰猛なものに変わっていったように私は今思うと思うのです。彼に私は再三注意をしました。絶対に負けてはいけないと。あなたは誇り高い光の天使、大天使ルシフェルではないかと、そのように励ましたのです。絶対負けてはいけないと。そして彼も分かったと言っていたのですが、地球に来て彼がサタンになる前に転生したのは2回あります。しかしそれはそんなに悪い転生でもなく、まだそれほど複雑化してなかったシステムの村のような構成のものですね。その地域社会の中において指導者として貢献して帰ってきたというようなものがありました。しかしどうしてもそういう匂いに引き入れられて、そしてその中で彼の中にまたその時にはサタンが生まれた最後の時には結構人々がたくさん住んでいて、その中で戦争というものが起きたりするような状況、中東に生まれた時に結構国対国で争っていた状況がございました。そこに本来はそれを収めるために生まれていったのです。彼らの指導者となって収めるために生まれていったのですが、しばらく戦争という匂いから離れていたのに、あの時のオリオン大戦のようにまたエゴとエゴのぶつかり合いと、特に人や国を支配したいという思いですね。多くの人々のために自分を無視になって投げ出して貢献しようというのが光の天使の思いです。そうではなくて、自分の優秀さを神に周りの人たちに認めさせて、そして自分のエネルギーを出して優秀性を誇示することによって他の国々や人々を支配して自分の傘下に置こうとする、やはりそのような思い、それが刺激されて変わってしまったのです。それは憑依されたからとか誰かにそそのかされたということではなく、彼の中にあったものが、眠っていたものが
麻薬患者にしてみたらもう一度麻薬中毒者に戻ってしまったと、受け入れてしまったということで、その自分の中に心の奥深くに眠るものに身を委ねてしまった。その時は彼自身の中にあるパーニャパラミタが出てきたということですね。それにより本来彼が封印していた力、そういう悪知恵のようなものを使って戦っていくというものです。この間から盛んにあなた方が黒魔術、白魔術ということを学ばされていると思いますが、ルシの使うエネルギーというのは一種で見ると黒魔術のエネルギーでもあります。一つの物質化現象、それを神のために、神の手足となって動くために使う。それならば白魔術という神の力の現れとなります。しかしそこにおいてあくまでも自らの知、自らの力、そういうのにうぬぼれて酔いしれて、自らが神にも負けない存在であると誇示していこうとする、そのようなものに身を委ね、自分の巨大なエネルギーというものを集中し使った時、それは黒魔術者たちが使う破壊のエネルギーとして周りに影響を及ぼすのです。まさにサタンはそういう男でありました。本来の眠っていたその知性とそのパーニャパラミタを駆使し、そしてその時に地球の表面に出てた石油というものですね、今の言う。それを見ると、それをどういうふうに最大限に使い、そういう組成、その科学的な特性を見抜き、どのように戦術の中に生かし、他の国々に自分を神のごとくすごい力を持つものであると、そのようには自分を演出し力として使っていくことができるか。一種のあなた方でイリュージョンというトリックを使うショーみたいなのがあるでしょう。何と言いますか、マジックみたいなので見せるショーがありますでしょう。必ず種があるではないですか。種明かしをすればあるでしょう。実際はあるのです。でもそれをみんなは見破られない。見破るにはそれだけのマジシャンたちと同じだけの知性と綿密な思考がいるわけです。彼らは非常に素晴らしい綿密なトリックを考えて、それをまた実行する力を持っているという、それがある意味で言うとマジシャンたちに、魔術師たちには共通した力です。それをずば抜けた力をルシアは持っていたのです。石油があったみんなは黒い泥の水だと思います。そのぐらいの知性しかなかった者たちの中で、それが燃えるということ、そして火をどのように扱うかということ、それを使ったら今度はいきなり誘導し火を放ち、何もないところからルシが、サタンが思いをかけ、術をかけたら一気に火が湧いて出て敵は焼け死んでしまったと。そのように演出することにより、近隣の国々においても神のごとく火を操る男と、そのように言って内においても外においても人々を畏怖させ支配下に入れていったのです。常に彼はそのようなやり方をしていきました。そして彼は
自分の力に目覚めてしまいました。それまでよどんでた地球の地獄界は大した負のエネルギーではなかったのです。そこにサタンが死んだ後、散々悪事の限りを尽くして、そして当然のようにな顔して天上界に帰ってこようとしました。その時に天上界に来た時に、天上界に出ることを許さなかったのはこの私でありました。なぜならばサタンとして目覚めてしまったルシをもう天上界に入れるわけにはいかなかったのです。なぜなら次に彼が考えていることが分かりました。天上界に来て反省するかと言ったら絶対反省はしないのです。天上界にいる多くの者たちより自分の方がエネルギーが優秀であり力を持っているというもうそのような過信の思いに目覚めてしまった。実際それだけの天地を貫くようなすごいエネルギーを彼は持っておりましたから、平気で天上界にもエネルギー体として上がってきて、エネルギー的に弱かった者たちを次々となぎ倒していったのです。エネルギーの世界であるということですね、我々の世界は。だからマイナスであっても集中した強力なエネルギーを持っていれば天上界にでも上がってくることができたのです。そしてその秩序を乱し、そして9次元までも登っていってエルランティを支配下に置き、いや彼が求めていることは本来はエルランティに自分を認めてほしいという思いでしかないのですが、しかし天上界に上がり彼がいつも目指している彼の感覚の中にある神のごとくというのは9次元のことを彼の感覚の中では神と思っているのです。神のごとくなりたい、神のごとくなりたいと彼はいつも言うけど、それは9次元になりたい、9次元の中においても最高水準のとこにいるエルランティのごとくなりたい、そして誰よりもエルランティに愛され認められたい、それが彼の気持ちであります。それをこの者と今日昼話していたのですが、この方はまるで思春期の反抗期にある男の子みたいという言い方をされましたが、本当にルシはそのような男でありまして、彼は先ほど言われたように申し上げたように非常に愛に飢えた男なのです。愛のぬくもりが欲しい。だから自分の優秀さに酔えば酔うほどそれを認めてほしい、自分を受け入れてほしい、愛してほしいという常にそういう渇望飢餓感に燃えた男であります。それを誰よりも私とエルランティは知っているから、彼をもう一度再生させ立ち直らすためにいつも来ているのですが、彼が非常に地球霊界においてマイナスのダメージを作り、そして地球のというところに他の惑星においては地獄界というのがあってもこれほど拡大しないのに、地球の霊界の地獄界にはこんなに巨大な地獄界ができてしまったと他の惑星とも言われ、それが地球が進化ステップアップできない、毎度毎度アトランティスにおいてもレムリアにおいてもムーにおいてもゴンダーナにおいても常にステップアップが遅れてしまう地球が劣った星のように言われますが、それは違うのです。他の星にはルシがいないのです。それゆえに宇宙の嫌われ者といて
まるで流刑地のように彼はこの地球に流されてくることによって、そしてその脇に私がいてエランティがいることによって反省と罰を受けているのが現在の状況なのです。本来なら一つの惑星を支配し動かしていたような男でありますから、地獄界の片隅にそこに私に封印されて動けないなどというのは、彼にとってみたら非常に不本意な状態であると思うのです。本来そんなものではないと。でもそれが地球に来る前に彼の力をエクスカリバーによって封印された、本来の力が出せないでいる大きな大きな赤土色の巨体を地獄の底に彼は動けず封印されてつながれているのです。だから地獄界が出てきたいと思っても、思いでしか人を部下を操ることしかできず、自らは私により封印された地獄界の底から動けないでいるということです。そして私は地球にあの男を連れてきたという全責任において、エランティもそうですが、責任において彼を天上界に返すことも許さなかったし、地獄に力の限り封印をした。そして封印ができたのは私だけだと聖書に書いてあるかもしれないけれども、それは宇宙の正義と平和を維持するというエクスカリバーという封印の剣を私が授かっているということです。そのエネル剣を使い封印をすることにより、本来はもっともっと巨大な力を持っているルシを封印することができる、地球の地獄界の片隅に押し込めておくことができる。そしてこの封印されたクリスタの中で、ルシをもう一度気高い神の子としてのそなたの神聖を思い起こせと、私は繰り返し繰り返し彼に語りかけることによって、反省の時というもの、立ち直る機会というものを待っているのです。エランティも同じ思いなのです。そのような歴史があります。だからその聖書の中に書かれていることは、表象的な部分においては真実であります。しかしもっとその前からの因果関係があってこのようになっているということ、それを私は地球に来て初めてあなた方人類の前で明かします。これは言ってはならない掟の中に入っていたことです。しかし何故に今ここに来て話す気になったかと申しますと、当然エランティの許可を得てのことでございますが、この間聖アントニウスにより地球の使命ということを聖アントニウスの方から明かされましたので、そこにおいて地球がこのようなリスクを負ってでも究極の二元論というものの中において、そして多くの者たちが受け入れるという非常に博愛無限の許しと重要性というものを混乱するということを理解しながらも、でも恐れずに挑戦し受け入れて、最後は必ずや神の義が勝つのだという、そこを文明の中で証明してみせるのだと、そのような使命を果たすのだと、地球のプリンスはそういうふうにおっしゃられ、その使命を引き受けてくださった、その惑星がこの気高き地球であったということです。それを聖アントニウスの方からおっしゃられたということをもって、私が何故にあの重大犯罪人のようなルシを伴ってこの地球という惑星に来たかというルーツをお話しする時が来たのだなと思い、そしてあなた方の書物の中に残していただくことをもって、
一つの今回の運命実験のクライマックスと申しますか、意義というものを、我々の思いというものを伝える時が来たのかなと思います。私がいつも思い詰めたような顔をしていると言われますが、それは私がこの美しき地球の中で新たに出直していこうと皆がやっていかる時に、悪の種と言われているような男を伴ってくることにより、この地球の霊界においても環境においても多くの負担をかけてきたということ、その全責任を私は感じていたのです。そして申し訳ないと、なんとか地球を守って地球人類に対して償いをし、これ以上迷惑をかけないように、でもだからといってルシを消滅させるわけにもいかないし、早く分かってほしいという板挟みの思いの中で精一杯私は自分の使命を果たすしかなかったというのが思いの中にあります。本当に地球人類に対しては本来であるのならばとっくにシフトアップできる状態でありながら、このような遠回りをさせてしまった、その責任は感じているのです。でも十次元の構成意識の聖アントニウスは、そのルシでさえ受け入れ、無限の許しの中で彼の素晴らしさを認め、そして彼の持つものが反面教師として究極の人間論を学ぶ中において多くの者たちの学びとなるであろうと、魂の足腰を鍛えることになるであろうと、だから彼には彼の役割があるであろうと、それに負けるようなものであっては神の子はいけないのであると、そのような誘惑がある地球であるよと、でもその中で多くの学びがあるよ、そこで修行したいと思う者たちをいろいろな惑星から挑戦してみたいのならばこの地球にいらっしゃいと、そのようにこの地球の指導者であるエルランティ、アモール、モリアたちは聖アントニウスの命と地球意識の思いというのを受けて、地球の指導というものを今日まで地球として他の惑星の方々を受け入れるという方針を打ち出してこられたのです。だからこんなにもいろいろな惑星から移住してくる方々が多いのです。さまざまな惑星において一つのルシのような男はいないから早くステップアップし、その自分たちの中においては完結された光の世界を作っているけれども、でも混沌として見れるかもしれないけれども、さまざまな挑戦と試しがある中で本当に自分たちが光だと思っているけれども、実は魂として神の子としての足腰が弱いのではないかと、そのように思い地球に来て挑戦したいと、もう一度学んでみたいと思って移住してこられる魂たちもおられるということです。そういう意味においては非常に難しい難関な実験上の地球であるということ、そういうことを踏まえた上で、地球というのはそれにおけるマイナスの波動の本当に地獄がこれだけ増大するということは、この地球式にとっては大変な負担であるということです。本当に死にかけているようなほどのダメージを受けているということを、私は以前の霊言集においても再三と訴えてきたと思います。申し訳ないことだと思っています。でもそれでもあえて
地球のプリンスはそれを受け入れると、耐えてみせようと。だからこの精一杯耐えるこの環境の中で、地球人類たちを、神の子たちを修行し学びとしてほしいと、そのようにこの修行の場を提供してくださっている。その志が非常に尊いものであるということです。そしてこの地球という惑星において温かく受け入れ、神の子として修行する機会をサタンはもらっているのです。ルシをもらっているのです。地獄の底につながれているように思うけれども、でもその中で居場所を許され、反省をし、また神の子として出直したらいつでも迎え入れて抱きしめようと言って、エルランティはじめ9次元の方々も、そして私たちも皆ルシを待っているという、そのような状況を提供していただけたということは、本当に地球があってこそのことであるということです。そうでなかったら我々は彼を連れて流れ歩かなくてはいけなかったのです。神の愛というのは決して消滅させることではないけど、でも私たちの惑星のどこにおいても、ベールダにおいてもオリオンにおいても、どこにおいてもあの男を受け入れたいと思う惑星はないでしょう。でなければ人類も住めないような場所に、本当に誰も人々の愛と理解というものを抜きにしたところに、彼は無人の惑星につながれて牢獄のごとく閉じ込められるか。それではいつまでたっても彼は愛に飢えた男ですから、気づくことはできないのです。やはり人というのは、魂というのは愛によって清められ、愛によりもう一度神の子として戻っていく、そのような環境が必要であるということです。だから無人の惑星の冷たい荒涼としたところにサタンを封印してしまったら、ルシをつないでおけば他の惑星には迷惑がかからなくても、単なるそんなの永遠の流刑地にしか過ぎません。地球という場所で多くの人々がいて迷惑をかけながらも、それでも9次元が10人もいて、多くの仲間たちがいて、見守りながら彼が気づいて上がってくるのを待っている環境を許されているのは、それは本当に地球があっての、地球の愛、地球という愛の理解があってこそ受け入れていただけたということです。そしてルシとその仲間たちがいなくなったことにより、私の住んでいた母星のベールダも、その領域オリオンとかその辺りも全部ですけども、あの辺りはもう一度再び平和を取り戻したのです。宇宙連合というものをご存知でしょう。あの者たち、ハロルドとか来てるあの者たちがもう一度秩序と平和というものを維持するために、あの時のオリオン大戦であったことを二度と繰り返してはいけないと言って、でもそれにしてもやはりルシがいなくなったことによってもう一度平和を取り戻せたんです。逆に言うと厄介者払いができたということです。その彼をこの地球に愛を注ぎながら、かつ受け入れてくれて、そしてその負荷をまたあえて受け入れながら、地球意識はそのご自分の使命を果たされようとする、その気高い自己犠牲的なその愛の崇高さに皆敬意を表していると。それがあなた方の住んでいる地球の美しさですよと。そんな素晴らしい星に私たちは住んでいるのですよということを、今回ぜひ伝えていただきたいなと思うのです。皆厄介者払いでした。やはりこの男がいると、やはり乱されるということがあるのです。でもそういうふうに彼に誘惑されてもそれでも愛のもとへ帰っていけるというぐらいの確信を持たなくてれば、神の子としてやはり一人前ではないんだと、弱腰なんだとエルランティはいつもおっしゃいます。
愛というのは無限の許しであり、永遠にそのものの善性善なるところを信じて導き受け入れていくものであるとエランティはそのように思われている方です。それだけ宇宙連合の中においてもエランティというのは信頼の厚い愛の豊かな方であるということです。そして逆に言うとエランティがいつまでも9次元から抜け出ないのはもちろん人間が好きだということもあります。人間と関わってやっていたいということもあります。でも多分ルシが気になるのだと思います。彼を自分が引き受けて構成させなければやっぱり宇宙の平和というものが均衡を崩すであろうと思われているのが根底にあると思います。その責任を引き受けつつエルランティもまた巨大な無限に近いような愛を表現されておられます。エルランティが惑星意識になるよりもずっと大いなる愛をエルランティ自らの役割の中で果たしておられるということなのです。そういう歴史があるということです。それが地球の使命とも大きく関わっているということです。でもルシは地獄の底に封印されていると言ったと言っても地獄界からこの近い地上界において今彼のエネルギーを最大限発散し地獄の拡大ということを愛だけの男ですからシステムを作り、そしてエネルギー電波を地上の者たちの悪想念にエネルギーとして取り入れ、そして悪にエゴに薄汚れた地上の人類に影響し波長凸で入り込み、無差別憑依にしても何にしても無差別憑依と言っても言っておきますが絶対波長凸ですので、そういうエネルギーを使いながらこの地上を混乱させてこの地球意識を破壊し核戦争をして全部地球人類がいなくなったら地獄のいる者たちだって困るでしょうとあなた方の中には疑問に思いませんか？なんでルシがあんなに核戦争をやらせたがるか。それは地球意識の破壊にあるのです。彼は自分を閉じ込めておくこの牢獄であるこの地球意識を核戦争というものでマルデックという惑星を知ってるでしょ。粉々に砕けました。マルデックはあの時オリオン大戦の時に参画してたんですよ。そしてそのサタンたちのエネルギーの側に立ったということがあります。だからあれだけ巨大な反作用があったのです。そうでなかったらその惑星モードもこっぱみちになるようなその負荷というのはかかるわけはないのです。それぐらい一つの大きな邪悪な負荷というものを作る。その惑星において人々の心に入り核戦争で地球を何回も殺せるほどの戦争をさせていくこと、そしてそれによって地球意識を弱らせ、そして地球という磁場を破壊し物質的に破壊させることにより自分の身動きを取れなくさせているこの霊域を爆破して自分が逃げようとしている。それゆえにこの地球人類に核戦争というもので地球を破壊させようとしている。それが彼の根本のものであります。そうでなかったらおかしいでしょ。
自己化がエネルギーを引いているのに、なんで地球人類を全部殺してしまうような戦争サタンは目論むのだと、以前質問があったと思います。その時はまだこの今までの経緯を話していなかったので答えることができなかったのです。彼は彼を封印しているこの地獄という牢獄を破壊することにより脱走しようと逃げようと思っているのです。昨日もお話ししておりましたけども、宇宙空間にはやはりこの物質的なものがあるから一つの次元においてエネルギーというのが集中され、磁場というものを形成することができるということを昨日までに話してきたのはそういう理由があるのです。あなた方に徐々に理解していただきたいのです。そのために彼は地獄の底からあらゆる策略を組んで策を弄して人々の心に入り込み、この地球意識の破壊と自らの魂を解放していこうとしています。彼は神のごとくなれると、本来の封印から破れればこんな惑星ぐらい自分の力で木っ端みじんにしてみせると、そのように思っている。我々のミカエルやエルランティの監視のもとに置かれているから、自分はこの世に情けない捕らえの身であるのだと、なんとかここから飛び出ようとしているのがあるのです。本当はこの惑星があるからこそ、彼は神の子として迎え入れられるチャンスを与えられているということにまだまだ気づけないでいるということです。彼の論理は常に力の論理です。常に力あるものを神と言ったって何もしないではないかと、法則とあえて包んでいるだけではないかと、私はエネルギーを持ち、強力なエネルギーで神のごとく創造し、力を発揮することにより多くの者たちを従わすことができる、支配することができる、多くの者たちを魅了することができる。そして少々のことであるならば宇宙空間に彼はさまざまなものを作ることができたので、神のごとく私は神にも負けない男であると、そのように思っているのです。それを認めてほしいのです。誰かに認めてほしいのです。誰に認めてほしいか、それは我々はすべて父なる神の宇宙の父なる神の懐の中から、愛の中から生まれてきたのです。だから私たちが最後認めてほしい、ルシですらも認めてほしいのは、最後は神に認めてほしいのです。自分がこれだけ力を持ってる、あなたが作った私はこんなにも魅力的なのに、なぜ私を封印し、私のからの外貨を守るために、他の者たちを優先するために私をこんな薄暗いところに閉じ込めるのだと、あなたは私の魅力を分かっていないのだと、認めてほしい、受け入れてほしい、愛してほしいとルシはいつも神に向かって叫んでいます。愛情を欲しくて欲しくて暴力を振るい続け、親を殴り続ける引きこもりの青年たちが最近多いでしょう。あれはまさにルシの姿そのものなのです。愛を求めているのです。愛に飢えているのです。だから愛しているよと私たちが一生懸命言っているのに、でも自分の力を誇示することをやめず、それを認めてほしいのだと言うから、そちらの方向では認められないよ、あなたが本来するのはこういうやり方ではないでしょうということを一生懸命根気強くお話をしているのですが、彼はなかなかその心根を曲げてくれず、強引に自分のその論法を父なる神に、父親に甘えているように認めてほしくて暴力を振るい続ける。まさに家庭内暴力というので、今家庭が地獄であると
その挙句の果てそういう息子に刺されたりして殺されていく親たちが多いですね。あれはまさにルシが地下で操っているのです。そういう甘ったれた根性で自分の親である親を心から愛してほしい、自分も愛しているし愛しているのを認めてほしいとそのように言い続ける。でもうまくいかない。それならば殺してしまえと。それはまさにルシの願望そのもの、屈折した願望そのもの。それを今のそういう若者たちの波長同通の中で彼が究極の自己実現のように操っているという状況があります。だから操られている家庭内暴力を振るっている者たちも自分自身が分かっていないのです。考えたら哀れな男だと思います。でも私はどうしても彼を憎むことができない。彼を見捨てることができない。それはこのミカエルにとってもエル・ランティと同じ思いであると思うのです。最後もしこれ以上ダメとなったら私がまたルシについて他の場所に行きます。彼が理解し分かってくれるまで彼と共に生きていこうと思っています。そのためにあなた方は知っているだろうか。私にエクスカリバーという正義の剣が神から与えられているということを。それは聖書の中で言われているけれども、そういう長い歴史があったということです。それによりオリオン大戦も静まり今日まで来たということです。私がこの方、今霊言をとっているこの方と兄弟のようにいつも言う仲がいい歴史がありますが、この方の父上という方がやはりオリオン大戦の時に我々の力の援軍となって戦ってくださったそのオリオン、この方のいた星の将軍の立場にある方でした。その時からの知り合いで、実はこの方をよく存じ上げていたということがあって、そしてマヌ様、マイトレイヤ様を含めこの星の方々に地球を再生する時に手伝っていただけないだろうかというそういうお願いをしたという、それは私の方からお願いしたということが経緯としてあるのです。だからこの方が戦闘系に来るというのもあながち偶然ではなく、やはり父上の娘さんであるなとやはり私などは思うのですが、非常に高潔な将軍であられまして、私にとってみたら本当に良き手本となる素晴らしい方であり、いかなる進化した惑星であったとしても、どんなに愛に満ちた理解があったとしても、このような時に備えて多くの人々を混乱に陥れたり、また再び大戦に持ち込むようなことのないように、側面からその星の平和と維持ということを担当するために、やはりあなた方のこういう戦闘系というものの役割というのがあるのであると思うのです。では今日は私の言いたい語り尽きのことは多いのですが、今日はここまでにしておきますので、大和彦さんの方でどうぞいろいろ考えてお答えを練ってください。その上でまた質問があれば、私でよろしければ次回も質問を受け付けたいと思います。まず今日のこの真実を明かさなくてはあなた方も判断の材料がなかったと思うのです。ですから今までのこと、思いを私の今思ったことに応じて今日は話させていただきました。ですからどうぞあなた方の方でお考えいただき、また次回まとめてみましょう。ルシという男をどうか受け入れてやってほしいのです。
ただ受け入れるということは、愛というものは決して相手のトリックに引っかかり、相手の策略に負けることではない。愛というのは本当に強い強い精神力と、そんな惑わしに受けないだけの正義と、自分に底力がなければ真の愛の行為というのはできないんだということ、そういうことを学んでいきたいと思っております。では今日はこれにて失礼させていただきます。長時間ありがとうございました。失礼いたします。